一房のぶどう。有島武雄。ガヤガヤとやかましかった生徒たちはみんな教室に入って、急にしんとするほどあたりが静かになりました。僕は寂しくって寂しくってしょうがないほど悲しくなりました。好きな先生を苦しめたかと思うと、僕は本当に悪いことをしてしまったと思いました。ぶどうなんてとても食べる気になれなくて、いつまでも泣いていました。ふと僕は肩を軽く揺すぶられて目を覚ましました。僕は先生の部屋でいつの間にか泣き寝入りをしていたようです。少し痩せていて身長の高い先生は、笑顔を見せて僕を見下ろしていらっしゃいました。僕は眠ったので気分が良くなって、今まであったことは忘れてしまって、少し恥ずかしそうに笑い返しながら、慌てて膝の上から滑り落ちそうになっていたぶどうの房をつまみ上げました。が、すぐ悲しいことを思い出して、笑いも何も引っ込んでしまいました。そんなに悲しい顔をしなくてもよろしい。もうみんなは帰ってしまいましたから、あなたもお帰りなさい。そして明日はどんなことがあっても学校に来なければいけませんよ。あなたの顔を見ないと私は悲しく思いますよ。きっとですよ。そう言って先生は僕のカバンの中にそっとぶどうの房を入れてくださいました。僕はいつものように海岸通りを海を眺めたり船を眺めたりしながらつまらなく家に帰りました。そしてぶどうをおいしく食べてしまいました。けれども次の日が来ると僕はなかなか学校に行く気にはなれませんでした。お腹が痛くなればいいと思ったり、頭痛がすればいいと思ったりしたけれども、その日に限って虫歯一本痛みもしないのです。仕方なしにいやいやながら家を出ましたが、ぶらぶらと考えながら歩きました。どうしても学校の門を入ることはできないように思えたのです。けれども先生の別れの時の言葉を思い出すと、僕は先生の顔だけは何と言っても見たくて仕方がありませんでした。僕が行かなかったら先生はきっと悲しく思われるに違いない。もう一度先生の優しい目で見られたい。ただその一つのことがあるだけで、僕は学校の門をくぐりました。そうしたらどうでしょう。まず第一に、ずっと待っていたようにジムが飛んできて、僕の手を握ってくれました。そして昨日のことなんか忘れてしまったように、
親切に僕の手を引いて、どぎまぎしている僕を先生の部屋に連れて行くのです。僕はなんだかわけがわかりませんでした。学校に行ったら、みんなが遠くの方から僕を見て、見ろ、泥棒の嘘つきの日本人が来た。とでも悪口を言うだろうと思っていました。それなのに、こんな風にされて、気味が悪いほどでした。二人の足音を聞きつけたのか、先生はジムがノックする前に戸を開けてくださいました。二人は部屋の中に入りました。ジム、あなたはいい子。よく私の言ったことを分かってくれましたね。ジムはもうあなたから謝ってもらわなくてもいいと言っています。二人が今からいいお友達になれればそれでいいんです。二人とも上手に握手をなさい。と先生はニコニコしながら僕たちを向き合わせました。僕は、でも、あんまり勝手すぎるようで、もじもじしていますと、ジムはいそいそとぶら下げている僕の手を引っ張り出して、固く握ってくれました。僕はもう何と言ってこの嬉しさを表せばいいのかわからないで、ただ恥ずかしく笑うしかありませんでした。ジムも気持ちよさそうに笑顔をしていました。先生はニコニコしながら僕に、昨日のぶどうは美味しかったの？とお聞きになりました。僕は顔を真っ赤にして、ええ、と白状するより仕方がありませんでした。それならまたあげましょうね。そう言って先生は真っ白なリンネルの着物に包まれた体を窓から伸び出させて、ぶどうの一房をもぎ取って、真っ白い左の手の上に粉の吹いた紫色の房を乗せて、細長い銀色のハサミで真ん中からぷつりと二つに切って、ジムと僕とにくださいました。真っ白な手のひらに紫色のぶどうの粒が重なって乗っていたその美しさを僕は今でもはっきりと思い出すことができます。僕はその時から前より少しいい子になり、少しはにかみ屋でなくなったようです。それにしても、僕の大好きなあのいい先生はどこに行ったのでしょう。もう二度と会えないと知りながら、僕は今でもあの先生がいたらなぁと思います。秋になるといつでもぶどうの房は紫色に色づいて美しく粉を吹きますけれども、それを受けた大理石のような白い美しい手はどこにも見つかりません。